では最後、放射性同位元素施設の二平と言います。よろしくお願いいたします。私の方からは、大豆の放射性セシウム吸収についてということで、ただいま藤原先生の方から稲についてだいぶ詳しく、吸収、品種とか、肥料の系統のことを聞かせていただきました。だいぶ大豆でも似たようなことをさせていただいているので、被るところもあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。私、なぜ大豆かというところなんですが、大豆という作物ですが、起源は中国、東北部かシベリアで、諸説あってよく分かってないところもあって、原種がツル豆という、日本でも見られますが、ツルを巻いて、硬い種子の、黒い硬い種子のものが原種と言われて、それが、品種選抜されて、このような、普通の黄色い大豆になっていると言われています。大豆という作物について、見てみますと、米、小麦、トウモロコシについて世界第4位の生産量を誇っています。なので、重要な国類と考えられます。世界ではアメリカ、今ブラジルがだいぶ上がってきたんですが、ブラジル、アルゼンチンで、作られています。日本では生産面積から言えば北海道、あと東北も比較的大豆の栽培は盛んでして、宮城、秋田、福島では約3000から4000ヘクタールの、土地利用型作物として利用されています。また植物として見たときに、他の穀類、作物と比べて大きく違うのが、菌と共生に、依存するところが大きいということが挙げられます。右側には菌根菌という菌を挙げましたが、この菌根菌の方は大豆だけではないですが、この菌根菌と共生することによって作物の成長にとって大切なリンという養分を吸収していたり、また大豆で特徴的なのはこの根粒菌というものです。根粒菌と共生することによって根粒菌が固定した窒素を植物は利用し、また、植物は自分で炭素、光合成で炭素を固定したものを、根粒菌に与えて、共生という、ともに、与えてという関係で、大豆はこれで窒素の固定をしています。一般的には50%が、大豆が吸収する窒素の 50% から80% が根粒菌由来と言われています。もう一つ、成分の方の特徴として大きく挙げられるのが、よく言われるように、畑の肉と言われるように、タンパク質が多いということです。主な作物について成分を挙げてみましたが、タンパク質が大豆は 35.5%、稲は 7.4% です。もう一つ、タンパク質とともにこの脂質が多いというのも特徴でして、約 20% くらいあります。稲は 3% くらい。これに伴い炭水化物が減っているというところです。また、海分、ミネラルですね。カリウムとかリンとかも、5%、5ミリグラムから5ミリグラムくらいありまして、これは稲とか他の作物に比べてミネラルが多いという特徴もあります。このような大豆が福島県で、先ほど言いましたように約4000ヘクテール作られていますが、過去3年間の福島県で実施しているモニタリングの検査の結果を見ますと、稲や、小麦、初年名は小麦が高いのはこれは直接、ホールアウトした直接吸収した影響が高いと思われますが、2年目以降はほぼ小麦も稲も出ていません。先ほど藤原先生の話で昨年の米の検査の結果の話が出ましたが、稲の場合ここちょっと見えませんが、2012年は全袋検査というものが約1000袋やって、そのうち71袋が100ベクレル以上、基準値ですね。2012年はもう1000袋くらいやって、去年は28袋稲は出ています。というか、それしか出ていません。それに対して、大豆は100ベクレル、ほぼ100ベクレル以下で、作物としては安全なんですけども、ND、いわゆる検出限界以下から100ベクレルの間、20とか30とかという数字が他の作物に比較すると、手術の方には比較的高く出てしまうという、このようなことから、土地利用型作物であるということ。そして、他の穀類に対して、比較的高めに出てしまうということから、私の研究テーマとしては、大豆、あとちょっと蕎麦の方もやってますが、
がなぜ、出てしまうのか。あとは、大事なことは低減する、出ない作物を作ることなので、そのような技術開発ができないかということを取り組んでいます。ということで今日は、まず、私昨年の6月からこちらでお世話になっているんですが、まず最初にやった、福島県の現地補助における、現状、大豆の吸収経過、過程についてお話しさせていただき、あとはちっちゃいポット試験等を使った吸収蓄積に影響する諸要因の検討、最後に、RI、トレーサーを使った吸収メカニズムについて検討させていただいています。まず最初に現場における吸収過程です。吸収経過や部位別の濃度についてお話ししたいと思います。試験場所ですが、福島県があります。ここが福島市、郡山市。私の実家はここのいわきというところでです。ここが第一原発で、いわき、私の実家もだいたい50キロ圏内でした。なので、3月11日の、風向きによっては、今回はこの北西の方に流れてしまいましたが、もしかするといわきも同じように、人が住めない、避難しないといけないくなっていたかと思うと、一言ではいられないと思ってやっています。現在、私が試験させていただいているのは、この飯舘村というところで、私が使っているのは土壌の濃度としては約1万1000ベクレルくらいの土壌濃度。交換性の仮は、作動層によって、深さによって若干違いますが、10から20ミリグラムパー100グラム程度の土で栽培をさせてもらっているところです。現地の農家の方には大変お世話になってまして、また NPO の等の方々の協力を得ながら、現地でこのような、栽培をしています。最初の年でしたので、大学で苗を作って移植作業をしました。夏頃になるとこのくらい大きくなりましたが、一番の問題点は、ここは計画的避難地域になっているところなので、人が、夜、あまり住んでいないところ、もともと山奥なんですが、さらに住んでいなくなってしまったので、これは猿貝です。夏のちょうど、着氷期といって大豆の実がなったあたりで調査に行ったところ、このように鞘を残して中の実だけを食べられるという、しかも私は品種をいろいろ植えてたんですが、ちゃんとその美味しい時期になったものだけこのような鞘を残されていた、という、苦い経験というか、大変でした。で、そういうことがあったので、こういうふうに牢屋のようにネットという電柵ですか、電球を流す、紐を通して、大豆を、囲ったんですが、だんだんこの行くたびにこの数が増えていきまして、自分の調査もすごくやりにくかったことを覚えています。最後には、このようなちょっと液体があるんですけども、藁をもすがる思いで、これ狼の尿を輸入したものだとして農家の人にもらったんですが、こういうの全然効かなかったんですけども、こういうものにもすがるくらい、その猿貝とか、あとイノシシとかウサギとか、が今大変でした。結果ですけども、赤軸が、ごめんなさい、青軸が、大豆の、地上部の吸収生育重量、赤が、セシウムの吸収量です。これを見ますと、地上部の、重量というのは7月に発種しまして、8月のだいたい15日くらいが、この年は花が咲きました。このような紫色の花が咲きます。大豆というのは花が咲いてからも栄養成長を若干しまして、9月の上旬に最大繁茂期といわれる、一番体が大きい時期を迎えます。セシウムの吸収もそれに伴い吸収していき、その方は大体同じくらいの濃度を示していました。部位別の濃度を示しますが、時期によって多少変わりますが、これは最大繁茂期付近の、この辺の大豆の部位別の濃度です。大豆の部位別というのは、葉っぱと茎をつなぐ葉柄とか、茎、主茎、茎とか、あと、この時期になると鞘ができてきますので、子実も含めた鞘。あと根っこは2つに分けまして、大豆はこの主根、真ん中にピッと1本立っている主根と、そこからヒゲ根といって出ている側根を分けました。そうしますと、地上部は葉っぱ葉柄が高く、茎が若干低い傾向が見られました。で、鞘は一番低い傾向が見られています。根っこの方を見ますと、
主根が低く、側根が高いということが見られました。側根の濃度は地上部に比べても高いことが見られています。また、先ほど作物の特徴として説明させてもらった根粒菌、根粒というのがつきます。根粒の濃度を取って、数を取って調べてみますと、側根並みに高いということが分かりました。収穫された史実について、これは、現場で取れたのは濃度が低いので、このような写真が撮れないので、別にポットで作ったものですが、このように単に輪切りにしまして、それを先ほど、増森先生の、ところでも出てきました、IP シート、イメージングプレートというものに載せます。そうしますと、放射性セシウムがあるところが、色がつく。赤ければ、赤い方が濃度が高いというのが見られますが、そのようにして1週間程度コンタクトしますと、稲に関しては、表層に高いということが、表層の方が濃度が高く、そのために先ほど藤原先生もおっしゃいましたが、精米すると濃度が低くなるということが分かっています。しかし、大豆に関しては、このように、これ品種が違うんですが、どの品種に見ても、史実の中には均一な濃度分布だということが分かりました。また、ちょっと泥臭い調査をしましたが、大豆の層別、大豆の下からこう葉っぱが出るところを一番下を1としまして、1、2、3、4というように行くほど、数を上げました。1節、2節、3節、4節と数えました。そこについている鞘を一つ一つ取ってきて、それを濃度を測りました。この濃度試験の目的としましては、もし、例えば、下の方の濃度が、この下についているほどセシウム濃度が濃いのであれば、例えば収穫するときに、下を残して上だけを収穫すれば、それだけで、濃度が低くなるっていうことが、もしかしたら言えるのかなと思ってやったんですが、結果はこの赤い方なんですが、ほぼどの層でも、史実の濃度は、同じでした。青い方は終了です。下の方がいっぱいつくので実がいっぱい取れるんですが、濃度に関してはほぼどの層も同じ濃度ということが分かりました。そこで、現場ではこのような、いろいろな細かい調査をしました。それに合わせて、大学の研究室の中でやった、ごめんなさい、九州蓄積に関する所要因です。まず品種監査。これは現場のデータです。すみません。先ほどの飯舘村で、私のやったメインの試験はこの試験で、いろいろな品種を植えて、先ほどの稲と同じように品種監査によって濃度差があるかというのを確かめました。私は、もともと福島県職員だったので、まずどの品種を作って、もしそこに濃度差があれば、低いものを作れば、一番手っ取り早いと思って、この栽培品種といって福島県で現在作っているものや、または過去に作っていたという品種を集めて比較をしました。それとともに、最初に大豆の起源として説明させてもらったこの鶴豆糖も入れて試験をしました。栽培品種、この C から C から J に関しましては、一応、評価とすれば 1.9 倍くらい、2倍くらいの濃度差はありましたが、2倍程度か、または、2倍もかはあれですが、このくらいの差があったということになります。一番、差が明瞭だったのは、この鶴豆でして、鶴豆という品種は他の一般的な大豆に比べて、優位に、濃度が高い、セシウムを吸収、史実に蓄積してしまうという特徴があるということが分かりました。これが鶴豆。これは普通の大豆で、これは青い、先ほど言った、開花期から最大半巻きあたりの大きさです。これが鶴豆で、このような、口実の、豆を鳴らします。これは普通に発芽はしなく、普通に土に撒いてもなかなか、試験するときには、発芽してくれなくて、芽を出してくれなくて、わざわざこのカッターで表皮を切って水を吸収させやすくするような手間をかけて試験をしています。もう一つ、施肥について、先ほど藤原先生の話の中でありましたが、施肥についての検討を行いました。最初にカリウムの施肥です。一般的に稲にしろ、福島県では、カリウム施肥を行うのが一番の今のところ低減対策としています。大豆に関して同じような試験を行いました。
モデル試験ですので、このような小さい作物の評価になっています。そうしますと、狩りの施肥量を変えたところ、無施肥、狩りを与えない区に関して、与えない区に対して、狩り施肥の影響はありました。ただ、狩りの施肥量を変えても、あまり極端にこれがゼロになるようなことはなく、一定量は吸ってしまうということが分かりました。次に、先ほどの話でまた窒素施肥の影響です。私はモデル試験ですので、窒素の形態、先ほど硝酸とかアンモニアという話がありましたが、そこについてちょっと検討をしてみました。形態としましては、硝酸アンモニウム、硝酸とアンモニアがくっついたもの、または硫酸アンモニウム、アンモニアという形で主に作物に入ります。一方、畑作なので普通、これでやりますが、硝酸カルシウム、硝酸という形で与えます。あと、対処として、カリの影響を見るために、硫酸アンモニウムにカリを足した区を与えました。で、施肥量を、大豆の場合通常はこの3キロなんですが、3キロに対して増やしてみたという試験を行いました。そうしますと、一番、これがコントロールのセシウムの大豆の吸収量です。そうしますと、大豆でも稲と同じように窒素施肥をすることによってセシウムの吸収量が上がるという結果が分かりました。窒素の形態別に見ますと、同じ施肥量で見ますと、この緑色、硫酸、アンモニウムが一番高い。アンモニウム体で与えたものが一番高いということが分かりました。一般的に土壌の中にアンモニアを入れると、土壌に吸着しているセシウムと交換して、セシウムが出てきて、それでセシウムを吸収すると言われています。その影響が一番高かったと考えられます。ただ、硝酸カルシウム、ここでの15記録でも、コントロール区よりも吸収量が上がっていることから、これはもしかして窒素を与えたことによって植物が活性化されて、カリなりセシウムの吸収が促進されたということも考えられますが、この点については今後、水耕等の試験をして検討していきたいと考えています。また、カリウム施肥をやることによって、低減対策として、今一番の武器としてやられていますが、例えば、紫の小湾を、窒素施肥をいっぱいやってしまえば、いくらカリを与えたとしても、通常よりも吸収量が上がってしまう、可能性があるというようなことが示唆されるデータが得られました。次に、先ほどの部位別のところで根粒のところに、足根と同程度の濃度が見られたということから、根粒にも放射性セシウムがどういう経路かはまだよくわかりませんが、蓄積されるということが示唆されました。そこで、実験室内で、放射性のセシウムを水耕栽培という形で、こういう形で水耕栽培をして、根粒菌をつけて、そこにトレーサーのセシウムを吸収させて、そして、見やすくするために切片に切って、根粒の中のセシウムの分布というのを見ました。というのは、いくらよく洗って試験をしているとはいえ、表皮についている、土壌の試験では、表皮についているものが、それで濃度が高くなったんではないのっていうようなことが指摘されることもあったので、このような水耕裁判で輪っかを切って見てみました。そうしますと、これが実画像で、これが主根。ちょっと分かりにくいですが、これを横に切ったところです。そうしますと、これが主根で、ちょうどここ足根が出ているところです。で、そこに根粒菌がついています。で、これがイメージングプレート、先ほど来出ているイメージングプレートの画像で、濃度が高いところほど、137セシウムの濃度が高いところほど赤くなります。そうしますと、このように、根粒菌の中、ここが周りです。このバクテロイドと言われる中の部分に、が赤く見られたことから、吸収経路についてはまだよくわかりませんが、多分根っこ等で吸収したものが胃管束を通って、この中に蓄積されているのではないかと想像しています。ただ、この根粒菌が放射性セシウムを蓄積するということが大豆の子実への影響、大豆子実に放射性セシウムを
増やしてしまうのか、または、蓄積するからトラップして、減少させてくれるのか、つけたらいいのか、つけないのがいいのかっていうことに関して、補助についていろいろ調べてみたんですが、結果としてはよくわからないっていうところが今の現状です。これは、2つの補助でいろいろな品種を得た時の、横軸、ごめんなさい。縦軸が根粒の数と、重さを掛け合わせて、根粒のいっぱい、縦に行くほど根粒がいっぱいついていると考えてください。横軸がその時の移行係数です。そうしますと、なんとか負の相関が見られると思います。つまり、根粒筋がつけばつくほど、移行係数が下がるというふうに見られたことから、この結果が出た時には、根粒筋が補助接種をトラップして、大豆の手術にセシウムをいかないようにしてくれるんだろうなっていうふうに思ったんですけども、もう一つの試験で、根粒非着性といって、遺伝的に根粒がつかない、通常の栽培をした時でも根粒がつかない系統を見たところ、それはほぼ一緒くらい、あんまり逆に、放射性のセシウムが高くないということから、今のところ、根粒菌がつくことによって高くなるのか低くなるかというのは判断できない。今年も継続して、検討していきたい。なんとなく私の考えではあまり関係ないのかなっていうようなところなんですが、ということで継続してこの辺は検討していきたいと思っているところです。最後に、ちょっとメカニズム的なところの検討、アライを使った試験についてです。吸収と、またもう一つ、吸収した後、地下部から地上部への移行について分けて考えてみたいと思います。大豆にとってセシウムという元素なんですが、これ横軸に行くほどセシウム濃度が高くなった、写真です。高くして栽培した写真です。そうしますと、10ミリとか1ミリを与えると大豆の生育は阻害されていることから、決して大豆にとっては、セシウムというのは必須元素あって嬉しいものではない。でも、それでも、吸ってしまうということから、何らかの形で、セシウムを取り込んでいるというか入ってしまうという経路があるんだろうというふうに考えています。で、それが何かというのが一番の目的です。対象としているのは、この土壌から、外界から根っこに取り込む部分。これを丸1としています。でもう一つは取り込んだ元素セシウムを地上部に上げる部分、移行と呼んでいますが、この丸2の部分です。で、最後に大事な、今度葉っぱから実に転流というルートがありますが、これについては今回は検討していないので、この1と2についての検討結果を説明したいと思います。試験したのはこのような試験です。容器の中にまず137のセシウム、トレーサーとして入れます。そこに、例えばセシウム、普通の133の普通のセシウム濃度を、薄い濃度から濃い濃度までそれぞれ用意します。これは、入れない区も入れますので、5段階くらいのセシウムが薄い濃度から濃い濃度を用意します。そうしますと、考えられるのは、同じセシウム、このコールドのセシウムも137のセシウムも元素としては一緒ですので、割合として周りが、濃度が濃くなれば吸収される量は減るだろうということで、競合という、言葉で説明されていますが、それが対象としてあります。で、それと他の元素、カリウムとかナトリウムとかアンモニウムとかカルシウムがどのような影響を与えるかというのを検討しました。結果です。結果としましては、この赤がセシウムで濃度が濃くなるほど、セシウムの吸収量が、抑えられています。吸収が少なくなっているというふうに読んでください。赤がセシウムなので、いっぱい入れれば、ほとんどその溶液中の137セシウムは吸収されません。それと、セシウムと同じような影響を与えたのがこのカリウムです。青のカリウムもセシウムと同じように濃度が高くなるほど、セシウムの吸収が抑制されているのがわかります。一方、ナトリウムとかアンモニウムも、ゼロではありませんが、若干の影響はありますが、カリウムほどの影響ではないということがわかりました。なぜかわかりませんが、このカルシウムについては、ゼロに対して若干増えるほど、促進しているのかよくわからないですが、こういうことで、このことから、カリウムがセシウム吸収にはやはり今まで言われているように大豆にとっても
競合している。カリウムを通してセシウムを吸ってるんだろうというふうに想像されます。もう一つ、今度は、植物の、栄養条件、を変えてやりました。ここではカリウムの濃度を変えて生育を しました。そうしますと、カリウムが、薄い状態、カリウムが薄い状態の大豆からカリウムがリッチ、十分な状態の、植物体ができます。そこに137のセシウムを吸収させました。想像されることとしましては、カリウムが、リッチな、大豆にとってはもう、ここで、セシウムだろうがカリウムだろうが与えられても十分あるので、そんなにガツガツとセシウムとかカリウムは吸収しないだろう。一方、カリウムが薄い、大豆にとっては、カリウムは必須元素なので、ここに与えられれば、いっぱい吸うだろう、吸収量が上がるだろうということで、2時間の吸収量を検討しました。結果は、想像通りでして、濃度が薄いところに対して、ちょっと赤がずれてますが、濃度が高いところに対して、カリウム濃度が濃いところで生育させた大豆のセシウムの吸収量というのは抑制されました。競合と、この、前処理といいますが、植物のカリウム状態を変えた2つの試験で、カリウムとの影響が、すごく大きいということから、取り込みに関しては、カリウムの輸送経路に大きく影響した吸収経路をしているんだろうというふうに、大豆にとっても考えられる結果です。次に、先ほどまではこの取り込みのところです。今度は取り込んだ後の地上部への輸送のところです。ここで見てるのは、地下部の濃度に対して地上部の濃度の比を取りました。これが、葉と、ここは側根とってます。葉と側根の比、葉柄、このつなぐ部分ですね。葉柄と側根の比、茎と側根の比、あと鞘と側根の比です。で、棒がいっぱいあるのはこれ元素ごとの濃度比です。左から、リン、これがリンの濃度比、カリの濃度比、カルシウム、ナトリウム、セシウムです。セシウムだけを見ますと、他の元素に比べて、パッと見てわかるのは、地上部に対して地下部の濃度比が低いということがわかります。地上部に他の元素に比べると、生きにくい元素ではないかというふうに考えられます。一方、カリウムに関しては、この数字が何を意味するかあれですが、セシウムよりは、このセシウムよりも、地上部の濃度比が高いということがわかります。つまり、植物の中に、大豆の中に入ったセシウムとカリウムは、取り込むところは、なんとなくカリウムとセシウムはほぼ一緒なんだろうっていうようなデータですが、取り込んだ後に関しては、カリウムとセシウムの動きは若干変わっている。カリウムの方が地上部に行きやすいような結果が見られています。同じこと、今のデータについて、カリウムとセシウムの今度比を取ってみました。部位別のカリウムとセシウムの比の比を取ってみました。ここで見ていただきたいのが、この側根のカリウムのセシウムの比です。取り込んだ時のカリウムとセシウムの比が、この値だとします。植物の中でカリウムとセシウムの比が、動きが全く同じであれば、この比が動かないというふうに、この比のまま地上部にも行くと考えられます。しかし、実際計算してみますと、地上部の方に行くに従ってカリウムとセシウムの比は上がりますので、地下部、取り込むときは一緒だけど、地上部に行くときには、カリウムが選択的にというか、ここは今後の検討をしなければいけないところですが、何らかの要因によって、カリウムとセシウムは若干違う動きを、大豆でもしているというところがわかるかと思います。メカニズム的なことを言います。この根っこで取り込むところは、カリウムと同じ輸送体と考えられますが、導管に排出するところか、もしくは地上部で取り込むところ、どちらかで制御なり輸送経路が変わっているんではないかということが考えられますので、今後は導管影響を図ったり、条件をいろいろ変えて検討していきたいと考えているところです。最後まとめますと、現地試験の結果、吸収経過は最大半目期まで増加したということ。部位別では、地下部の側根が高くて、葉っぱ空気が低く、一番低いのは、収穫期の手術も含めて手術であったということです。手術の分布は、稲と異なり、
史実内、均一だということが分かりました。そういう別の、高さ別の濃度差はあまりないんではないかということでございます。九州蓄積に関しては品種間差があって、大豆の原種といわれる鶴豆で高いということが分かっています。今年の試験としましては、この鶴豆を片親とし、もう片親は通常の大豆、その掛け合わせた子供の代の、大豆に関して、九州蓄積に関する試験を行い、先ほどの藤原先生と重なってしまいますが、どういう遺伝子等が、九州、セシウムの吸収に関わっているかというような試験を行いたいと考えているところです。カリウムに関しては効果があった。ゼロにはなりませんが、一応効果はあります。窒素に関しては吸収を促進する、私のポット試験の結果では、結果になりました。ただ、窒素の形態によって、促進効果は異なるということです。根粒は、セシウムへの、吸収が、根粒の蓄積は確認されたんですけども、それがつくことによって、いいのか悪いのかっていう結果は、判然としていないところです。最後に、吸収メカニズムに関しては、吸収のところは、カリウムと吸収と大いに関与しているということが示唆されるデータが得られました。また、地下から地上部への移行に関しては、体内の移行は、カリウムと全く一緒ではないというようなデータが得られたということで、まだ、1年目とはいえ、あまり、結果を早く出さないといけないと思っているので、今後ともこのような調査を続けていきたいと考えているところです。以上です。